です。今日はラップ対決。イエイイエイ134イエジェシー。早速いきなり質問なんですけどね。はい、髪黒くしました。いい。それやっぱ言わないとさ、まあ確かに今日俺の彼女がびっくりするよこれ見たら。で知ってるジェシーがさ、昔初めて髪を染めた時があって、あ、知ってるし、あったね。親に怒られるかもしれないって言って、こいつ家の中でずっとニット帽シルバーにしといたの。あったね。あったね。俺のこれがビンってなってて、これ気になるな。はい、ということで、今回の企画はこちらです。リレー小説。というのもちょっと簡単にルールを説明しますあんまと、ピンとこない。皆さんの手元にスケッチブックありますよね。このスケッチブックの最初のページ、それぞれが小説のタイトルを書いてください。今そのスケッチブックを書いたら隣の人に全員渡します。今で、お前さ、聞けるルールで、書いていただいたら隣の人にまた回します。で、その2人目の人は1個前のページの人しか見れません。伝言ゲームみたいな。なるほど。それを小説形式でつないでいきます。タイトル。では、早速やっていきましょう。はいでまずは最初タイトルを書いてください。皆さんどんどん左回しでいく。そう、いきましょう。あ、いい。はい、じゃあ早速一つずつ作品を紹介していきましょうか。はいよ。じゃあまず僕から。はい。罪滅ぼし。あじゃあ一つ目始まり。あ。どんな罪なんだ。読ませていただきます。はい。僕が犯した罪、それは一生許されるものではないかもしれない。不安だ。結構なんかその抽象的なというか。まあ入り口としてははいはい分かりやすい。めっちゃ喋るな。見えない見えない見えない。ここ違いますよね、展開。心配だ。でも大丈夫。ここを乗り越えれば誰にもバレないはず。あ、いいんじゃない？いや、いやジェシーのはさ、コーチの言い換えたぐらいだよ。ラベルとかに書かれるあらすじだよ。当たり障りない。じゃあ3人目いきます。気を紛らわすようにビールを浴びるほど飲んだ。何もかも忘れられるほどに僕はひたすらグラスを手にした。どんどん。あれ、まさかバレたのか。おお。ちょっと展開逆に言うとさ、1個目2個目があれだから何も繋がらないわけないんだよね。そう、何でも繋がる。でもこれあと2人で完結させないといけないんだよ。あ、そっか。まあでも今のところ成立してるね。そう。カランカラン。失礼します。2人の警察が入ってくる。あ、いいじゃん。誰？横永はじめさんはいますか？やばい、バレたか。心臓が速くなる。はい、僕ですけど。酔いが覚め冷静になった。僕は周りを見てハッとした。これで完結ですよ。次でいや、俺とうまくつなげたと思った。うまいうま酔いどれの中見つけた隠れ家はあの日事件を犯した空きテナントだった。はっと夢から覚めた。ひどい夢を見たもんだ。二日酔いに朝日が突き刺さる。目を細め朝日を見た目の端に一人の死んだ男と血の海を見た。ここは見覚えのある、いや夢の空きテナントである。いいじゃん。しまったじゃん。めっちゃよくない？だから要は2人来たの夢だった。そうだから酔いでいろんな失敗をしてきたんだろうね。で、ついに何かしてしまって警察が来て捕まるってはって、ああもう本当お酒気をつけなきゃなとかいろんなねことを思って、ああ眩しいと思ったらもう犯してしまってたっていう。なんかちょっといいじゃん。でなんかその罪滅ぼしをしていく話じゃなくてなんか深いのか。だからどんな罪を犯したって言ったら、その横立ってる男性をまあなんだろうね。でもみんなが良かったってことだね。お前コーチのスーって伸ばしたまあいいじゃん。コーチが書いたやつそこもスーって伸ばしてまた貼り付けただけこっちで、あ、本当に不安なんだなって。でもなんか夢の展開があることでちょっと景色変わってよかったね。まあいやよかったこれよかった。横永はじめが流されている。妙な味が。じゃあ続いてはいコーチ。はい。タイトル、心の声という。これあれじゃないの、道徳で使う教科書の
あ、いや違う違う違う。なんか少年と犬とかが描かれてるようなねじゃあタイトルはちょっとそのアバウトになっちゃうよな。俺が読みたかったような小説がこういう感じのタイトルだったの。そんなん読みたかった。そうだから俺はそれを受け取ったよ。お前ちゃんとなんか悩んでる。いや悩んでない悩んでない。俺相談乗り俺の声いやじゃあまずボッジ入りジェシー怖いよ。違うそっちじゃないそっち。やばいよ助けて。コキンクサコさん。古今さこれ聞いたんだけどまだあ、コキンワサコさん。ここにいるよ。いやわかんない。まあチョモが持ち直してくれるかだよ。その言葉はもちろん届くはずもなく、トーマス・カイトは僕の耳たぶを触り続けた。コキンワサコさん、どうか僕の悲痛な叫びを気づいてくれ。誰トーマス？トーマス・カイトで。だから古今和子さんっていうなかなかキャッチーなやつ出てきたからちょっともう一個出してちょっとこうバランス取ろうかなと。いやそうだよね。でも今登場人物2人だよね。トーマス・カイト、コキン・ワサコ。2人の愛の物語はどこへ進めたのか。ねここでさっき俺が言ったさ言った耳たぶ、この4文字が僕をなんていうの？虜にする。ああワサコ、もっとしてくれ。まさかわさこがしちゃってるじゃん。触り続けてくれ。ああワサコ。あれ時々やってくるこの時間、近くにある顔はピントがぼやけ、時々やってくる僕はいつも小ぶりなピアスをした。耳たぶばかりを見ていた。いつも見ていた。いつもどこかで見たことがあると感じていた。ちょっと変わったよな。変わっちゃったね小説の感じがな。自分の耳たぶがされてたのに誰か耳たぶのこと言ってるの。そうね。俺が変えちゃった。そうだ次落ちですね。強い落ちだよね。いや、落ちたよ。面白い。薄れていく意識の中、なんで記憶だけが濃く戻ってくる。ぼやけるっていうかこうなってってる。そうか、お前だったのか。そのピアスをよく似合ってる。やっと会えた。僕は今日も北に向かって早歩きをしている。またあいつを思い出すために。もう心の声だと思わないなこのめちゃめちゃ面白くないもうこの小ゴーストライ説ターってバレるこれやばいね。書き手がコロコロ変わったね一つ言っていい？ジュリから回ってくると全部こういうやつ。一個前西の方にまだ西の方に歩いてる。心の声でした。ちょっとこれは無理があったな。まあでもこう一個前しか見ないとこうなるわな。うん。ちょっと順位がうまくいきすぎたんだよねいきます。これはないけどどうする？これを最初にもらった俺の気持ちちょをっとそのなんかそのどっかの社長君。この後どうする？じゃこの後どうする？その光景を目の当たりに目の当たりにして僕はとっさに口にした。脳内を駆け巡る乱れた思考はこの後にどんな行動に移るべきか苦しまされていた。ちょっと難しいな。もう一回いく？いいよ理解してとりあえず電話をかけよう。プルルルルルガチャ。はい、どうされましたか？やばい、悩む。そう思った僕はすいません。悩むと言い電話をやばい、悩むって言うか。乱れた思考は僕を乱れて思考をつなげるんだ。乱れた思考は僕を心配し僕を支配しごめん誰か代読できる。それか英訳できるこれを連々苦しめていく。どんどん誰が書くのよそこに。これまでの人生を物語るようだ。どうしようもない敗北、自業自得。自暴自棄。ちょっとさ物語入ってこないでさ。俺一個も覚えてるよ。俺も覚えてない。ありもしないクレームをつけてやろうとダイヤルをしたはいいが、耐えれた時間はカスタマーサービスです。はいどうされましたか。切った瞬間に敗北は色を濃くした。
その色は青でもなく赤でもなく、全てを忘れさせる黒として俺の心に突き刺さった。ダメだ、もう何も手につかない。全部終わりにしよう。何の話だこれ。何にも浮かばないんだけど。西の方にやる気させてくれ。今日の西に歩いてますからこれね、俺は漢字どれ読めるかみたいな。さっきは北の方に早歩きしてるからこれは西に歩きまだオチあるから何お前だけさ樹のだけ全部並べたら西遊記とか言って西へ東へ北へ。手がかりは掴んでいる。あいつはあそこにいる。西に 3000km 西遊記じゃねえかよ。歩いたあの沼についに出会えた。金色に輝く大きなうなぎ。俺の夢は叶った。この後どうするって言って西に3000キロ歩いて金色のうなぎ見つけたじゃあ話つながってるわ。じゃじゃあまずお前ちゃんと読めよ漢字あかんねえよ。なんか今度紙芝居とかなんかやりたい。もうやらせようなんか書いてあるそうだね。いいね。ちょっと俺の小説「始まり慎太郎」で最後ジェシーって不安ある。確かに。とりあえず始めてみます。いや中固めてだからちょっとタイトル「缶詰少女」いきます。めくるのめっちゃ下手や中には何が。興味津々な少女は一思い中を覗いた。あまあ悪くないんじゃない少女が覗いた。弾ける泡でまぶたが少し湿った。久しぶりの炭酸飲料は爽やかなオレンジの香りがした。飲まないの？そうだ、彼といたんだった。もうまあこれま炭酸だ飲料の缶詰があるんだ。いやまだ取り返せるまあそうか。ああ同じワード使うな。不安だから。炭酸飲料で喉を潤し一息ついた。そろそろ行こうか。もう日が暮れる頃だ。俺はそう彼に目的もないまま東の方に走り始めた。あいつから逃げるように。やばいな。分かんないこれまだいけるで炭酸だからその少女の一人称が俺だったああ、そういう少女もいるね。炭酸引き炭酸を飲みすぎたせいか腹に痛みを感じる。でも止まって休む時間もない。なぜならあいつがすぐそばまで来ているから。感じるあいつのバカでかい気を。少年漫画。これまさか7つのボール探してる。あ、ちょっと待ってお前ドラゴンボールだコーチかこれ。やばいぞ。感じる。もう覚悟を決めた時だった。俺はただ最高の夢を見ていただけ。一番やっちゃダメだ。夢落ちされた。いやー、これは俺だな。缶詰のことプシュだと思ってたのよ。節は確か炭酸と思われちゃうな。そうなんだよな。炭酸が1、2、3、4つ続いたんだよ少女消えたからね途中で。じゃあ続いて下ちょっと今のところ俺のだけじゃないうまくいってんのそうだね。いきます。タイトルじゃじゃん。マイナス30の出会い。いや北斗ね結構ぎっしりくるのよそうなんだ。スタートか。いつも通り目覚めた。そのような慣れ親しんだ感覚だけがあった。あったのはそれでないのは記憶。今持ち合わせているのは30年以上前の記憶と知らない目の前の女。うわこういうことかほら。うわ話が分かっちゃった。ちくしょうケンちゃん早く準備しな。今の状況が理解できずにいる俺。そんな俺を慣れた口調で急がす女。1軍目と2軍目の締めがどっちも女の単語ってある。その女に見覚えがない俺。この子は俺のことをよく知ってる？俺は記憶をなくしたのか？少し焦りながらもその女に連れられていく。暗い森の中へ。お前だけマレフィセントとかじゃん暗い森の中へ2時間も歩きながらある家にたどり着いた。そこで目にしたのはまだいけるぞまだいける物語が煽ってきてる。今日も頼むよハグリッド。あそう
その家から僕を出迎えたのは紛れもないハリー・ポッターに登場する空想のキャラクターハグリッドであった。彼はどこか少し寂しそうな表情を浮かべながら僕に静かに魔法をかけた。おしまい。あと7ページ足りなくない？マイナス30がね、いやもう暗い森って言われると俺もうハグリッドしか出てこないから、いや森の中に住んでるから。なんかここからさ、ちょっとそのなんかディズニーとかそっち系の話っぽくなでもそっちってさ、のかなと思ったよね。俺もこれ意外といい話なの。こいつずっとこれ読んでんの。ちょっといい話だってお前分かってるかもしれないけど、俺らお前のせいで話入ってきてない。じゃあ最後僕お願いします。まあ俺は逆に言うと物語主体でいいかなと思ってなるほど結構まあヒューマン系の小説のつもり、青いビー玉。これめっちゃまずかったよ。でも逆にジュリーに委ねたわけよ。季節の終わり、それはいつも虚しく突然にやってくる。空とビー玉の青がそれを知らせてくれる。まあいけなくないけどな。これ導入部分よ。鳥のさえずりが響くこの街、もう戻ってくることはないだろう。しかし69年後の夏の終わり頃出会った。その時が来たー、待ってましたごめんお前忘年会かみたいなやつ。すごいな。あれその情緒がないね。体に巡る全神経が産声を上げるように研ぎ澄まされた感覚がした。だがどうしたことか喜びもつかの間、秋は3日で終わりを迎えた。冬は微笑みを浮かべた。よくねえよ。ほらもうその夏っていうさパスが難しすぎていきなりもう秋冬って飛ばされてるじゃねえか。まあでもちょっと慎太郎がまとめりゃまだいけるよ。80年後160歳じゃねえかよ。没後の話になっちゃう。ヨーダだヨーダ。じゃあ没後何十年の話だねもうこれは。進化し続けた地球環境は1年を4日で終わらせる春、夏、秋、冬各1日だ。だが気づけば最近は夏と冬しかない。2日で1年48時間で年が終わり。ああまた年が変わる。6万1089年地球は変わらず青い。まあ地球は変わらず不思議な夢旅行に出ていたな。夢落ち。でもさこれさ思ったんだけど、主人公を地球とか季節っていうものだったとしたら、その一人の人間の話じゃなくて、そのもっと大きいそのだから青いビー玉は地球なんだよってこと。目線みたいな。これを置くとお前どっか出品した方がいいんじゃないか。出店いいじゃないか。よかったじゃん。でもこれを3月ぐらい北斗ってなるのは俺嫌だよ。あとやっぱ味噌はキターだよ。でもよろしく。私は何持ってんの。なんか楽しかった。まず第2弾からそう第2弾やろう。なんかこれいろんな形でできるからやっていきましょう。いきましょう。俺ほらエッセイとか書いてるじゃない。ためになったよ。いい刺激与えられた。いい刺激になったよ。じゃあぜひこの後スケッチブックプレゼントいたします。大丈夫、俺携帯で書いてる。そうですか。以上ストーンズでした。バイバイ。いやこれ面白い。これいい話だよ。いつまでいつまで。意外とよかったよ。この後どうする。